ミュウツーイベントまでにやること。じゃあスパルと申します。ついにポケモンスリープ初の禁止級伝説ポケモンミュウツーが登場するということで、まずはこちらの PV をご覧ください。さあ目を覚ますミュウツー、その瞳に映るのは一体何なのか。さあ自分自身は作られたポケモンミュウの遺伝子から作られたポケモンです。研究施設を脱出していくミュウツー。場面は変わって、これはリサーチャーの足なんでしょうかね。ミュウやルカリオとともに森の奥を進んでいきます。もともとミュウもね、なんかうっそうとしたジャングルの奥地で見つかった的な感じだったんですが、ミュウが何かを感じ取っているんでしょうか。波動の勇者ルカリオも感じるところがあるのかもしれません。この険しい森の奥進んでいくと、そこには目をつぶるミュウツー、力を蓄えているのか眠っているのか。ミュウツーイベント2026年9月開催ということで、ついにポケモンスリープにも禁止級伝説ポケモンミュウツーが登場してくれます。これまでのね伝説のポケモンライコウ、スイ君、エンテとかラティアス、ラティオスとかって、まあゲームでは準伝説なんて呼ばれたりしていて、ミュウツーの方がねステータス的に一回り強かったりするんですよね。そのルギアとか、ディアルガーとかグラードンみたいなね、で準伝説のポケモンたちよりも一回り強くて、通常のポケモン対戦では禁止になっているので禁止級伝説なんて呼ばれたりしてるんですが、その禁伝の1体目がミュウツー登場するということで、ポケモンスリープでどういう扱いになるのか非常に注目であります。純伝のポケモンたちよりさらに育てづらいのか、フレンドポイントは30よりも高くなってしまうのか、とても注目なんですけれども、一旦ねまずこの予告のページにミュウツーの専用スキルについても書かれておりましたし、ミュウツーイベントまでに何をすべきなのかという情報満載だったので、こちら考えていきたいなと思います。基本はエスパータイプの育成と若草のフィールドボーナス上げをしておけばいいんじゃないかなと思います。それでは見ていきましょう。予告2026年9月ミュウツーイベント開催決定です。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。2026年9月、伝説のポケモンミュウツーと出会えるイベントを若草本島 EX で開催いたします。期間中はエスパータイプのお手伝いポケモンが特に活躍するほか、どうやら幻のポケモンミュウもミュウツーに興味を示しているようです。ミュウツーの寝顔のリサーチにミュウも協力してくれるかもしれません。ポケモンスリープを始めたてでまだミュウを仲間にしていないリサーチャーにも本イベントをお楽しみいただけるよう、ミュウと出会えるイベントもニュームーンデーとは別に開催を予定しています。ミュウと出会えるイベントまでの期間もニュームーンデーを毎月開催予定です。ニュームーンデーで貯めたミュウのフレンドポイントが初めてミュウを仲間にする際に無駄にならないような仕様を検討しています。ということで、まずこの箇所で情報もりもりでありますので、ここでのポイントをまとめていきたいなと思います。ポイントざっくり4つかなと思います。まずは9月開催であるということ、そして若草限定開催であるということ、そしてエスパータイプが強化されるということ、そしてミュウも強化されるということ、この4点かなと思います。ってことで、まず9月開催ということが確定しましたね。で、8月なんですけれども、来週サマーフェスティバルがあって、17日からの週ではアニポケコラボがあるということで、おそらくその後の1週間間空くでしょうから、さすがに8月は31日の週からなら空いてるんじゃないかなみたいな感じになってるかなと思います。ってことで、この8月31日でこれまででいうところのエスパータイプウィーク的な前段のキャンペーンが挟まって1週間空いて、9月の中旬とか14日とか21日とか、そのあたりからミュウツーイベントになってくんじゃないかななんて思ってます。ずれても1週間とかかなと思うので、1ヶ月ちょっとぐらいでミュウツーイベントになるのかなと思っておりますね。実際どうなるのかわからないんですけれども、1ヶ月ちょっと準備進めていきましょう。そしてこちら若草本島限定での開催になるということになりました。PV でもね、なんかこう森の奥みたいなところに進んでいったので、もう若草本島という名の、新たな限定フィールドでリサーチをしていくという運びになるんじゃないかなと思いますね。なので若草のフィールドボーナスが非常に重要になってきます。今から1ヶ月ちょっとぐらい、最大で 25% ぐらい積めるのかな、それぐらいなんですが、フィールドボーナスぜひともしっかり上げてこのイベントに備えていただけたらと思います。あんまりシアン EX 行ってる暇はないのかもしれませんね。そして
エスパータイプのお手伝いポケモンが特に活躍するということで、これまでのクレセリアイベントみたいな感じでエスパータイプが強化されるものと思います。直近にね開催されたラティオスのイベントの時はドラゴンタイプがまずドラゴン木の実確定だったので、おそらくミュウツーイベントではエスパー木の実確定になって、エスパータイプのポケモンたちのスキルレベル上昇、スキル確率上昇、そして食材もたくさん集めるよみたいな感じになるんじゃないかなと思います。しっかりとエスパータイプを厳選育成して臨めると最高なのかなと思います。若草 EX においてはメイン木の実がエスパーで確定するものと思うので、さらにエスパータイプのお手伝い時間 10% 短縮、スキルレベルプラス1が追加されるものと思います。ミュウもねスキルレベルアップ M を持ってくれていますし、イベント2週目とかにはスキルレベルプラス5とかのボーナスが入るかもなと思うと、スキルレベル8のオールマイティをぶん回したりとかもできるのかもしれませんね。ぜひともね、それまでの期間エスパータイプを育成して待ち構えておきたいところです。ゴンベのお昼寝島なんかではね、エスパータイプの育成も雨集めも有効かなと思うので、ぜひともやっていただけたらなと思います。で、この前段のイベント、エスパータイプウィーク的なイベントが来るとすると、例年ね、そこではミニアメブーストも行われていたかなと思うので、今月末ぐらいにワンチャンミニアメブーストのタイミングもあろうかと思います。そこに向けて今からゴンベのお昼寝島で飴をゲットしていくなんていうのも一つ有効かもしれませんね。伝説のポケモンは特に。ゴンベのお昼寝島。今のところね、2週間やってみて、1週間で運がいいと30個ぐらいとか、飴をゲットできそうな雰囲気だったので、伝説ポケモンの飴集めには非常に有効になりそうだなと思っています。ぜひとも、そういったものも駆使しながらエスパータイプを育成しておきましょう。EX のEX ボーナスは好みの木の実が2倍ではなく 2.4 倍も確定するものと思いますので、クレセリアの評価もとても高いんじゃないかなと思います。もし育成できそうであればやっておきましょう。そしてミュウも強化されるかもみたいな感じでね、ミュウもねもともとエスパータイプなのでしっかりとイベントのバフは乗っかるんじゃないかなと思うんですが、それ以外に別で何かあるのか、それともミラクルスナップ的なリサーチそのものを補助してくれるような機能があるのか、何かしらねミュウも関わってくるということで、もうちょいちゃんと教えてほしい余裕があればね、ぜひともミュウも育成して備えておけたらなという感じです。ってな感じでね、9月開催なので1ヶ月ちょっとの間エスパータイプのポケモンの育成であるとか、若草のフィールドボーナス上げであるとか意識できるとより良いのかなと思います本当にサマーフェスもアニポケコラボもあってイベントラッシュではあるんですけれども、うまいこと隙間でそういったものもね意識しておきましょう。で、個人的にねちょっと気になってるのは、ミュウと出会えるイベントもニュームーンデーとは別に開催を予定していますと書かれていて、最初見た時にはこれがエスパータイプウィーク的なキャンペーンなのかなと思ってたんですけど、がっつりイベントもって書かれているので、また別の可能性もあるのかななんてちょっと思ってます。ここはちょっと想像がつかないので続報に期待したいなと思います。ってことで9月まで準備しっかり進めていきましょう。さあ、そしてミュウツーのメインスキルもなんとこのタイミングで発表してくれました。太っ腹ね、見ていきたいと思います。ミュウツーのメインスキル、サイコブレイク木の実ゾーンです。木の実ゾーンという初めてのスキルタイプも登場し、ミュウツーの専用技であるサイコブレイクを冠しております。カビゴンのエナジーを増やすとともにフィールドに木の実ゾーンを展開します。サイコブレイク木の実ゾーンによる木の実ゾーンの展開中は孫の実エスパータイプから得られるエナジーがアップします。一度展開された木の実ゾーンはフィールドを移動するまで効果が持続します。ミュウツーをお手伝いチームから外しても木の実ゾーンの効果は消えません。メインスキルが発動するたびに木の実ゾーンの効果は上限に達するまで重ね掛けされます。サイコブレイク木の実ゾーンで木の実ゾーンを展開した後に他のエスパータイプの特別なポケモンと交代するなど、エスパータイプのポケモンたちの活躍の幅がさらに広がりますということで、新たなスキルタイプ木の実ゾーンが追加されました。こうやって追加すんのか、運営天才だねえ、エスパータイプの特別なポケモン3匹目なのでどうやって差別化してくるんだろうと思っていましたし、ミュウツーってね非常にやっぱ攻撃的なポケモンの種族値的にもね攻撃的な能力をしているので、クレセリアの三日月の祈りの木の実バーストとも被るんじゃないかと思ってたんですが、フィールドを展開してそれが永続で残っていくというね、また第3の能力が
追加されましたね。おそらくエナジーチャージプラス木の実ゾーンみたいなスキルになるものと思いますね。料理チャンスみたいにこの木の実ゾーンのパーセントを重ね掛けしていって、マックスまで溜まったらクレセリアとかミュウとか他のエスパータイプのポケモンにバトンタッチする、そんな運用になるものと思われます。で、この木の実ゾーン、基本的には月曜日に使った方が強いスキルということになっているので、週の頭は伝説の、近伝のポケモンを採用して木の実ゾーンを展開してもらって、お仕事完了したらバトンタッチという感じになるのかもしれません。今後登場する禁止級伝説のポケモンたちもこういったタイプ強化、木の実ゾーンになっていくのかもしれませんね。そんなわけで、週末デデンネスキルストックならぬ、週末ミュウツー木の実ゾーンスキルストックみたいなね、週末準備も影響が出てきたりとかするかもしれませんね。木の実ゾーンちゃんと展開してからタップしないと木の実エナジーが増えてなくてなんやかんやみたいなことにもなるのかもしれません。で、このね、木の実ゾーンの登場によってエスパータイプの木の実のポケモンたちの評価が1段階上がったんじゃないかなと思います。ネイティオとかムシャーナの評価が上がりそうな気がしますね。特にネイティオはエスパー最強の木の実使いでありますので、ここからの1ヶ月もし厳選できるチャンスがあるのであれば積極的に狙ってもらいたいなと思います。なかなかね、ちょっとシアン EX のフィールドとか、どうする、ラピスラズリコ班行く、サマーフェスティバルはねえみたいな感じで狙えるタイミングもあんまりはないのかなと思うんですけれども、ぜひとも狙ってほしいなと思いますし、エスパータイプの木の実 S の評価もさらに上がっていくものと思われますね。木の実のエナジーをアップさせるものとなっているのでね、木の実 S 評価も上がりそうです。エスパータイプ全体のサブスキルに影響がありそうですね。それこそね、サーナイトなんかも実はヒーラーでは最も木の実の能力が高いポケモンとなっているので、木の実 S との相性いいんですよね。みたいな部分で、またね、厳選基準、今後のエスパータイプの厳選基準にも影響がありそうです。そして、個人的に最も注目しているのは、私、バリヤード使いでありますので、バリヤードがサイコブレイク木の実ゾーンを使えるのかというのにもね、もう超注目しておりますが、ここ最近ダークライのナイトメアとか、ラティアス・ラティオスのヤシの波動、流星群とか、スキルコピー、モノマネでもモノマネできないスキルがね、ちょいちょい増えつつあるので、ダメかも。なんですけれども、クレセリアの三日月の祈りとかね、お手伝いブーストはコピーできるバリアードさんでありますので、なんとかサイコブレイクモノマネしてほしいところです。ミュウツーの専用技、サイコブレイク木の実ゾーンとなっています。メインスキルレベルも上げなきゃいけないんだろうなと思うので、スキルレベルを並行して上げづらい問題の対処、今後も何卒よろしくお願いします。ということで、めちゃくちゃ強そうなミュウツーのメインスキルサイコブレイク木の実ゾーンでした。皆さんの評価も教えてください。さあ、そして最後に特別なポケモンについてです。ミュウツーは特別なポケモンですということで、ダークライ、ミュウやクレセリアなんかと分類上、ポケモンスリープの分類上は同じになるよということで、特別なポケモンは同じチームに1匹のみ編成することができます。ラティアスとラティオスは特別に同じチームに編成することができますが、ミュウとミュウツーは別に同じチームに編成することはできないよということで、別に仲良くも多分ないのでね、そんな感じで1匹しか編成できないので、まずはミュウツーで木の実ゾーンを展開してから交代してねということになっています。そして複数匹仲間にすることは可能ですということで、ミュウみたいにゲットしてからひらめきの種でサブスキルを解放していく形式ではなく、リサーチで厳選してねといういつものクレセリアとかラティオスとかと同じ方式になるものと思われます。また特別なポケモンでありますので、ここには特に書かれてなかったんですが、1匹目の全リサーチャー1匹目の性格サブスキルは同一になるものと思われます。これまでね、だいたい特別なポケモンの記載があるときはそこも記載されてたんですが、もしかしてお通しシステムやめたりするのかなちょっと謎ではありますが、いわゆるね、1匹目にゲットする特別なポケモン、お通しなんて呼ばれてたりもするんですけれども、睡眠 EXP ボーナススキルレベルアップ S 最大処理数アップ L お手伝いスピード S スキル確率アップ S 性格無補正もうレベル70の解放によってかなり強くはなったんですよね。そこまで育てられるかどうかは置いておいてみたいな感じでね、そこがどうなるのかっていうのもちょっと注目したいところでありますみたいな感じで、リサーチで厳選しなければならないということで、マスターサブレも用意できたら用意したいし、もしかするとね、
ポケモンの原作のゲーム上ではラティオスとかクレセリアとかよりも一回り強いポケモンということになっているので、ね、通常のポケモンの 1.8 倍育てづらい伝説のポケモンたちよりさらに育てづらいということになるかもしれませんし、フレンドポイントも30ではなく36とか40とかになったっておかしくないよなというところで、そういう意味ではね、マスターサブレの価値もさらに上がったりとかするかもしれませんね。そんな特別なポケモンであります。ということで、およそ1ヶ月ちょっと先ぐらいでありましょう。9月ミュウツー登場するということで、本当に楽しみですね。めちゃめちゃ楽しみだし、本当に天才的なメインスキルを引っ提げての登場となるので、やっぱね、ポケモンスリープ長く遊んでると、伝説のポケモンたちって本当に強いなと感じることがあるので、始めたての方とかだとね、また今孫のみのエナジー増やしてもどうするのみたいなところもあったりするかもしれないんですけど、ゲットしておけるとね、今後財産になってくれるかと思うので、ぜひとも皆さんしっかり狙っていただけたらななんて思います。いや、ミュウツー来ましたね。ミュウツーね、一応メガミュウツー XY とかがあったりしますし、 PV にもねルカリオ映ってたんですけど、メガ進化できますし、ルカリオ Z もいるので、今後ねそういったところもどうなってくるんでしょう。でもさすがにないかな。メガミュウツー X は格闘タイプが追加されちゃうのでね、サイコブレイク木の実ゾーンともちょっと合わなそうだったりとかね、どうなんだろうなというところなのと、あと個人的に気になったところで言うと、9月が、おそらく丸々このミュウツーイベントで潰れると思うんですよね。で、10月ってハロウィンがあったりするので、昨年はね、9月に来光炎帝水君イベントやってくれてたんですけど、クレセリアイベントの復刻とかって特にないのかもなと思いました。10月も多分余裕ないんじゃないかなと思いますし、11月これまで同様新フィールド追加ということになるのでは、やはりやっている余裕なさそうだなということで、クレセリアはもしかすると今年狙えないんでしょうか。それともね、このエスパータイプウィーク的な、ミュウゲットウィーク的な、なんか前段のタイミングでクレセリアもピックアップになっててくれると最高ではあるんですが、ちょっとここどうなんだろうなというところですね。そしてミュウがね、今後グッドスリープデーにお引っ越しすることが決まってるんですけど、それはいつになるんでしょうね。それはあんまり関係ないのかな。このミュウツーイベントをもってお引っ越しということになるのかもしれないななんてちょっと思ったりはしたんですが、それはまた今度ということになっていますね。そんな感じでざっくりね、このイベントまでにやること最後にまとめておくと、まず若草のフィールドボーナス上げをしましょうということで、これから1ヶ月間ぐらいフィールドボーナス上げるタイミングがあるかなと思うので、サマーフェスとかアニポケコラボでの行くフィールドもちょっとね考え直しになるかもしれませんね。そしてエスパータイプのポケモンを育成しておけるといいでしょう。厳選するタイミングがどこまであるのかというところではあるんですが、クレセリアとかミュウとかもね、ゴンベのお昼寝島なんかも活用してぜひとも育成していただけたらなと思います。予想では8月末エスパータイプウィーク的なところでミニ雨ブーストが来るものと想像しています。雨も今のうちに集めておきましょう。そして他にやれることというと、マスターサブレを用意したりとか、メインスキルの種を用意したりとかね、スリープポイント足りないぜという感じで、そんなところなんじゃないかなと思います。他にもね、何か思いつくことあればぜひコメントで教えていただけますと幸いです。参考にさせてください。ってことで、専用スキルサイコブレイク木の実ゾーンを持ってきたミュウツーのイベントが9月に開催されるということで、およそ1ヶ月の間しっかりと準備整えてイベント待っていきましょう。そんなミュウツーイベントまでにやることでした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、動画の拡散につながりまして非常に心強い助けとなります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではね、急に若草行ったりエスパー育成しないといけなかったりね、やらなきゃいけないことたくさんなんですけれども、来週はサマーフェスもありますし、再来週はアニポケコラボもありますし、隙間見つけてやれることを今のうちにやっていきましょう。皆さんに素敵な出会いがあることを期待しております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。めちゃくちゃ楽しみ。